皆さんこんにちは、アンリです。今日はアンソロピックが4月後半に展開しているプロジェクトグラスウィングを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。クロードミソスという公開されていない最新 AI モデルが世界中の有名ソフトウェアの中から27年間誰も気づかなかったセキュリティ上の欠陥まで見つけ始めたというショッキングなプロジェクトです。プロジェクトグラスウィングはアンソロピックが招待制で50ほどの組織にだけクロードミソスを使わせている特別プログラムの名前です。ミソスはアンソロピックが今最強と位置づけている公開前モデルで、性能がクロードオーパス4.6やクロードオーパス4.7より明確に上というレベルです。このミソスが Firefox の JavaScript シェルを使った自律的なエクスプロイト、つまり脆弱性をつくプログラム作成タスクで 72.4% という異常な成功率を出しました。OPAS 4.6がほぼ 0% だったのに比べると別世代の能力です。さらに OpenBSD という有名な無料の基本ソフトウェアの中からなんと27年間世界中の誰一人として見つけられなかったセキュリティ上の欠陥までミソスが自力で掘り起こしてしまいました。 AI がついに人間のサイバーセキュリティ専門家を超え始めた瞬間と海外メディアが連日大きく取り上げている、まさに歴史的な事件です。まずなぜアンソロピックがミソスをいきなり一般公開せずプロジェクトグラスウィングという招待制プログラムに閉じ込めているのかをざっくり整理しておきます。 AI が脆弱性を見つける能力は本来は守る側にとって最高の武器です。サイバーセキュリティの専門家が何ヶ月もかけて手作業でやっていた監査を AI が数時間でこなせるようになるからです。一方で同じ能力は攻撃する側にとっても最強の武器になります。ミソスのようなモデルがもし悪意のあるユーザーに渡れば世界中のソフトウェアから脆弱性を一気に発見し、ランサムウェアや大規模な情報流出、政府機関への攻撃まで何でもできてしまう恐れがあります。アンソロピックはこの力を世の中に出すかどうかをまだ判断できていないというのが正直なところです。だからアップル、マイクロソフト、グーグル、アマゾンといった大企業や米国、欧州、日本の主要なセキュリティ研究機関合計で50組織くらいにだけ限定的にアクセス権を与え、その挙動を観察しています。1億ドル相当、日本円でおよそ150億円分のモデル使用クレジットをこれらのパートナーに全て無償で配って現実世界での効果と副作用をデータとして集めている段階です。ここでミソスのスペックとプロジェクトグラスウィングの位置づけについてもう少し詳しく見ていきます。ミソスは2026年に入ってからアンソロピック社内で開発が続いているフロンティアモデル、つまり業界最先端モデルです。アンソロピック公式サイトのグラスウィングページとレッドチーム部門のミソスプレビュー公式情報、そして米セキュリティ専門メディアザ・ハッカーニュース IANS リサーチアークティックウルフの解説をまとめると、ミソスは推論能力、コーディング能力、そして特にセキュリティ関連タスクでクロードオーパス4.6から大きく進化したモデルです。プロジェクトグラスウィングではこのミソスに世界中のオープンソースソフトウェアのコードを大量に読ませ自律的に脆弱性を探させるという研究を行っています。すでに数千件レベルの高深刻度バグが見つかり、その中には OpenBSD の27年前の欠陥、つまり1919年頃から存在していたものまで含まれていました。このバグは長年世界中のセキュリティ研究者が見逃してきたものです。ミソスは数日でそれを発見しました。さらに自律的なエクスプロイト開発の数字も改めて衝撃的です。 Firefox に搭載されている JavaScript を直接実行できる開発者向けシェルを使ったタスクで、ミソスは 72.4% の確率で自分一人の力でセキュリティ突破プログラムを書き上げました。オーパス 4.6 では
同じ条件でほぼ 0% しか成功できなかったタスクです。サイバーセキュリティの世界には CTF と呼ばれる攻防型のセキュリティ大会があります。これまで CTF のトッププレイヤーは世界の名だたる人間ハッカーたちでしたが、ミソスはその上位プレイヤーと並ぶか一部のジャンルでは超え始めたレベルです。サイバーセキュリティ専門家のサイモン・ウィリソンは自身のブログで、これは間違いなく AI による脆弱性発見の歴史の転換点だと書いています。ここでプロジェクトグラスウィングが私たちにどのような影響を与えるのかも整理しておきましょう。ポイントは3つあります。1つ目は企業のセキュリティ運用が根本から変わるという話です。これまで企業のシステムには未発見の脆弱性が眠っているという前提がありました。これからは AI が見つけてしまう脆弱性がいつ攻撃側に渡るかという前提に切り替わります。最新のクロードやミソス相当の AI で自社コードや使っているソフトウェアを定期的に監査することが当たり前のセキュリティ運用になります。2つ目はオープンソースソフトウェアの世界の前提が変わるという話です。 Linux や OpenBSD、ウェブブラウザ、データベース、暗号化ライブラリーといった社会のインフラを支える無料ソフトウェアは何十年もかけて世界中のボランティアが手作業でバグを見つけ直してきました。ミソスのような AI が入ると半年から1年でこれまで見つけられなかった大量の欠陥が一気に表面化します。一時的な混乱は避けられません。3つ目は AI の危険性に関するルール作りが急速に現実の話になるという点です。ミソスはアンソロピック自身が危険すぎてまだ世に出せないと判断したモデルです。 EU、米国、日本の規制当局はこうしたフロンティアモデルをどう扱うかを机上の議論ではなく実物を前提に決めていくフェーズに入りました。日本でも4月後半に片山金融総都さんメガバンクとウドリ日本銀行総裁がクロードミソス対策を国策として議論する緊急官民会合を開いたばかりです。では私たち日本のユーザーはこの1週間どう動けばいいのでしょうか。ポイントは3つあります。1つ目は AI によるセキュリティ監査を業務シナリオの中で意識し始めることです。社内で使っているソフトウェアや自分が書いたコードをクロードやチャット GPT にセキュリティ的に怪しいところを指摘して聞いてみるだけでもミソス時代に向けた感覚を養えます。2つ目は自分のパスワード管理と多要素認証を今一度しっかり整えておくことです。 AI が脆弱性発見能力を持つ時代ではサービス提供者側のミス一つで利用者の認証情報が大量に流出するリスクが上がります。ラストパスやワンパスワード、ビットウォーデンといったパスワードマネージャーと SMS ではなく認証アプリベースの多要素認証をできれば今週のうちに整えておきましょう。3つ目はアンソロピックやオープン AI、Google、マイクロソフトのセキュリティ関連発表をニュースで意識して追うことです。プロジェクトグラスウィングに続く似たプログラムが各社から次々と出てくる可能性があります。 AI が社会の安全をどう変えるかを自分の言葉で説明できる状態を作っておくことがこれからの数年で大きな武器になります。最後にまとめます。アンソロピックの招待制プログラムプロジェクトグラスウィングで未公開フロンティアモデルクロードミソスが Firefox JavaScript シェルを使った自律的エクスプロイト開発で 72.4% 成功。OpenBSD の27年前のバグまで自力で発見しました。Apple、Microsoft、Google、Amazon ら約50組織だけがアクセスを持ち、アンソロピックは1億ドル相当のモデル使用クレジットを無償で配っています。私たち日本のユーザーは AI セキュリティ監査の感覚を養い、パスワード認証を整え直し、各社のセキュリティ発表を追うことで AI がサイバー空間を塗り替える歴史的な瞬間に備えていきましょう。今日のニュースでこれは気になる思ったトピックがあれば
ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。